ちらのオーロラウール、セリアさんで購入したものになります。カラーナンバーが2番ですね。毛 100% です。よりの少ないロービングヤーンと言われる糸になりますね。それからこちらはダイソーさんのフラッフィーです。これはアクリル 100% ですね。こちらを使っていきます。今回はこちらの組み合わせで紹介していますけれども、お好きな糸の組み合わせで大丈夫です。細めの糸の組み合わせでもいいですし、太めの糸の組み合わせでも大丈夫です。お好きな糸でやってみてください。かぎ針は7号使っていきます。ではまずフラッフィーの方で、鎖編み4の倍数の目数で作ります。60センチほどの長さになるように鎖編みをしていきます。鎖編み88目編んで約60センチほどになったところですね。ではこれを輪にしていきます。鎖がねじれないように編み始めと編み終わりをつなぎます。それでは1段目、すべて長編みで編んでいきます。まず鎖編み3目で立ち上がりますね。次の目から長編みです。この時に裏山を拾ってもいいですし、鎖を割って長編みを編み入れても、やりやすいようにやっていただければいいと思います。では1段長編みで編み進めます。はい、立ち上がりの鎖3目を含めて長編み88目編んだところになります。では最初の鎖3目のところですね。ここに引き抜いてつなげます。ではここは一旦お休みしておきますので、マーカーなどをつけて抜けないようにしておきます。次は糸を変えていきます。編み地を裏側にしますね。そして最初の目のところです。ここです。ここに糸をつけて鎖1で立ち上がって細編みをしていきます。1目に対して1目細編みで編み進めていきます。細編みを1周88目編んできました。では最初の細編みに引き抜きますね。でこの時に、こちら側の白の糸を次編むんですけれど、これは、表側の方に糸を出しておいて裏側で細編みをつなげます。でこれはまたお休みしておきますので、抜けないようにマーカーなどで留めておきます。次は表側に向けて白の糸で長編みを編んでいきます。まずは鎖編み3目で立ち上がります。次は鎖編み1目です。次長編みを編むんですが、1目飛ばして次の目、下の段の長編みです。細編みに編むのではなくて、下の段の長編みに長編みを編みます。鎖1目、1目飛ばして次の目の下の段の長編みの頭のところです。ここに長編みを編みます。鎖1目、1目飛ばして次の目の下の段の長編みですね。ここに長編みを編みます。ではこれを繰り返し1周編んでいきます。1周編んできたので、
最初の立ち上がりの鎖3目に引き抜きますが、この時にこちらの段染め糸、今度は裏側から編み始めますので、糸を裏側に出しておきます。では立ち上がりの鎖3目に引き抜きます。ではこちらはまた糸を休めておきます。では次は裏側から段染め糸を編んでいきます。まず引き抜き編みで1目移動します。これでこの長編みと長編みの間の位置まで移動しました。では鎖編み3目で立ち上がります。そして鎖1目ですね。次の目は長編みを編むんですが、1目飛ばして次の目に後ろ側からこの長編みと長編みの間の鎖をすくって後ろ側から長編みを編みます。鎖1目です。次は1目飛ばして次の細編みに手前から長編みを編みます。鎖1目です。次は1目飛ばして次の目に後ろから長編みを編みます。次は鎖1目、1目飛ばして次の目に手前から長編みを編みます。長編み鎖長編み鎖と編みますが、手前から後ろから手前から後ろから交互に編み入れていきます。ではこれを1周編んでいきます。1周編んできました。では最初の立ち上がりの鎖3目に引き抜きます。この時に白の糸は表側の方に出しておきますね。こちらの糸は休めておきます。次は白の糸で表側から編んでいきます。鎖編み3目で立ち上がります。鎖1目です。下の段の白の長編み、ここに長編みをします。鎖1目です。下の段の白の長編み、手前から長編みです。鎖1目です。下の段の白の長編みに手前から長編みをします。白の糸はすべて手前から長編みを編み入れていきます。ではこれで1周編んでいきます。1周編んできました。最初の立ち上がり鎖3目に引き抜くんですが、その時にこの段染め糸の方ですね、今度は表側から編み始めますので、手前に糸を出しておいて立ち上がりの鎖3目に引き抜きます。こちらの糸は休めておきます。では今度段染め糸の方、編み始めは表側からいきます。まず鎖編み3目で立ち上がって向きを変えて裏側にします。で鎖1目ですね。ここに長編みを編みますが、これ下の段は裏側から編んでいますので、今度は手前から長編みを編みます。下の段と互い違いになるように編んでいきます。鎖1目です。下の段が手前から長編みを編んであるので、後ろから長編みを編みます。鎖1目、下の段の長編み、これは後ろから編んであるので手前から長編みを編みます。鎖1目、次は手前から編んであるので後ろから長編みを編みます。下の段と互い違いになるように長編みを編んでいきます。ではこれで1周編んでいきます。
一周編んできたので、最初の立ち上がりの鎖3目に引き抜きます。この時に白の糸は表側に出しておきます。ではこの後は同じ要領で20センチほどになるまで編んでいきます。気をつけることは、この糸ですね、手前から出しておくのか後ろから出しておくのか、編み始めの位置を確認しながら、そこだけ注意してやってみてください。オーロラウール2玉目、残りこのぐらいになったところです。どのぐらい編めたかというと、だいたいそうですね、18センチぐらい編めたところですね。オーロラウールはこれで編み終わりになりますので、糸をカットして最後に糸始末をすることにします。それでは白の糸の方で表側から編んでいきます。まず鎖編み3目で立ち上がりますね。次はオーロラウールの長編みのところに細編みを編み入れます。白の糸に表側から長編みです。オーロラウールの長編みに細編みをします。白の長編みに表側から長編みをします。オーロラウールの長編みに細編みをします。白の糸の長編みに長編みをします。ではこれを繰り返し1周編んでいきます。長編み細編み長編み細編みで1周編んできました。では最初の立ち上がりの鎖ですね、ここに引き抜きます。そして最後ですね、こちら側と合わせるように長編みを1段編んで終わります。このまま鎖編み3目で立ち上がって1目に対して1目ずつ1周長編みを編んでいきます。1周長編みで編んできて、最初の立ち上がりの鎖に引き抜きますね。では糸始末をして終わります。では裏側の方に丁寧に糸始末をしていきます。これはねリバーシブルでも使えるようにしたいので、糸始末目立たないように同じ色のところですね、同じ色のところに糸を絡ませていきます。はい、ではこんな形で残りもすべて同じ色のところに目立たないように糸を絡ませていきます。これで完成となります。高さが約20センチ、横が平置きの状態で約30センチになっています。表から見た時はこういう柄になりますね。リバーシブルでも使えます。こちらの面の柄はこういう形の柄になります。